色とりどりのパネル。デザインも多種多様。一枚一枚がまるでアート作品のようです。例えばこれは乾燥してひび割れた大地のよう。こちらのパネルは錆びついた鉄板や濡れた地面のようにも見えます。実はこのパネル全部漆塗りのデザイン見本。漆塗りの新しい技法や質感を説明するためのいわば営業ツールです。見本板をサンプルとして作り始めた理由としては、やっぱり新しいものを見せることによって魅力をかきたてるようなことがその板一枚で表現ができるんで、段ボールや発泡スチロールに漆塗りを施した一風変わったオブジェも制作しています。これらを制作しているのが京都府宇治市に工房を構える牧野漆工芸です。実はこの工房100年近い歴史を持ち、金閣寺の修復も手掛けた京都でも屈指の漆塗り専門工房です。今回の主人公は3代牧野俊之さんと長男で次期4代の牧野幸太さんです。牧野漆工芸の主な仕事は寺や神社の内壁や床、仏壇や仏具などへの漆塗りです。1年のおよそ3分の1は自社に出向いて漆を塗っています。漆塗りの工程は生地整備と下地の下準備、塗りと研ぎの仕上げの大きく2つに分けられます。その一部をご覧いただきましょう。まずは生地整備の古研ぎです。紙やすりを使って古くなった漆をこすり落としたり、木の凹凸を平坦にします。主に担当しているのはベテラン主の森下さんです。やっぱり木なんで年数経つと曲がったりしてくるんで、それの高いところを削ったり低いところは埋めたり。地付けとのこという石の粉が原料の粉末と動物の皮や骨から作った天然接着剤の煮皮を混ぜた地漆を全体に塗ります。木の凸凹したところを地付けすることによって低いところに埋めていくっていうことですね。土台となる生地の表面を滑らかにし固めることで漆ののりを良くして塗面を美しく仕上げるための大切な工程です。下地が完成したら次に塗りと研ぎの工程です。塗りにも上中下の3工程があり、漆を塗っては研いでを繰り返し、表面を平らに滑らかに仕上げていきます。研ぎ加減によって研げてない場所、研ぎすぎた場所っていうのがあるんですけども、それを全部均等に研ぎ上げるのがやっぱり一番重要かなと思いますね。ここでやっぱりうまくやることによって次の工程にも進みやすいし、最終の仕上がりがやっぱり綺麗になるかなと思いますね。下準備からいくつもの工程を経て仕上げの上塗りです。この工程は主に3代牧野俊之さんが担当しています。埃が付着しないように一塗り一塗り息を止めて塗り進めます。刷毛の動かし方、力加減、漆の量、これぞ熟練の技。少しでもバランスが崩れると小さな凹凸ができたりムラができたり、美しい仕上がりになりません。難しいポイントはもう全部難しいですよ。特に今の時期がそうなんですけど、朝と昼の気温差が激しいでしょ。そういう時は漆の硬さが変わるんですね。気温が上がると漆赤くなるんで、
で朝に漆合わすと漆硬いんで希釈するでしょ、柔らかくするでしょ。でそのままずっと火を使ってるともうシャバシャバなってくるし、ってなってくるともうハケも変えなあかん。この漆の硬さに合わせたハケをチョイスして塗ってるんで、ハケも変えなあかんし漆も変えなあかんし。漆塗りの歴史は古く、縄文時代は装飾品に、弥生時代には武器類に漆を塗っていたと言われています。漆は英語でジャパン。江戸時代にはヨーロッパに数多くの漆器が輸出されました。刷毛で漆を塗る伝統的な技法に加えて、牧野漆工芸が得意としている技法がもう一つあります。それがスプレーガンを使う吹き付け漆塗りという技法です。今や数多くの工房がこの技法を取り入れていますが、そのほとんどが化学塗料と漆の混合液を使っています。牧野漆工芸は刷毛塗り用の天然漆 100%。 俊之さんの父二代真一さんが化学塗料を使わない技術を確立しました。ものすごい難しくて、もう3ヶ月から半年ぐらいも全部失敗ですね。エアがきつかったりとかエアが緩かったりすると漆がたくさん出ますんで縮むんですね、やっぱり。で縮むと1日塗ったやつが全部縮むわけです。でそれをもうこれもせんでやってるうちにある日突然できるんですよ、スカーッといく時が。でそれを覚えておいて、常に新しい技術を模索し、新しい伝統を作る。2代から3代へ、そして4代へ。今新しい挑戦をしているのが25歳の幸太さんを筆頭とする若い職人たちです。幸太さんは自身のある経歴をヒントに、冒頭で紹介したデザイン見本を思いつきました。牧野漆工芸次期4代牧野幸太さん。家業を継ごうと決心する前は全く違う仕事に就いていました。漆塗りのデザイン見本は幸太さんの発案。それこそそのサンプルの板をどう作り込んでいこうかなと思った時に、僕美容師してて、幸太さんは2020年22歳の時までは美容師をしていました。カラーチャートって言ってこの色見本があるんですね、髪の毛の。でその色見本があるからこそお客さんも選定できるし、興味を持ってもらえるような例えば色味だったりっていうのがそのカラーチャートにはあったんで、僕らもそれをちょっとこう表現できたらいいなっていうことで。いや最初はねやっぱり違和感はありましたけどなんていうんやろ、僕らが今まで目指してきたものが逆に認められないというか、ちょっと苦しいんだけど、でそこに若い子らがおるんで、いろんなアイデア出してきて、こんなんやったらウケるんちゃうかとか、そういうどんどん広がってきて、もう今ではもう数百種類ぐらいあるんちゃうかな、うちで出せるサンプルが。幸太さんは今では使われなくなった特殊な技法を研究し、新しい素材も取り入れています。これはフランス人デザイナーとコラボレーションした柿、卵の殻、卵殻を表面に巻いています。こちらは漆塗りでは失敗とされている縮みをあえて打ち出したデザイン。もうなかなかね、僕らみたいなもう50前になったら頭が固まってきて、斬新なアイデアとかなかなか浮かんでこないんで、そういうのはもう若い子の方がどんどん出てくるんで。伝統って言われる残していかないといけないものはしっかりと残していって、次の世代に
技術もこう伝えられていけるような会社としてやっていきたいっていうのと、僕らがこう漆を違う形で見せて、漆ってこういうのに使われてるけど本来はどういう使われ方してたんかなっていうのをそこでちょっと興味持ってもらって、お寺さんに行ってもらったりっていう流れを作れたらいいなって思ってます。牧野漆工芸、牧野俊之さん、幸太さん。金閣寺の修復、スプレーガンを使う吹き付け漆、デザイン見本にアート作品。牧野さん親子は漆塗りの常識を塗り替え続けているのです。